怪物は島にいたと記録されている。ローマから遠く離れたことを、カプリ島。そこに一人の皇帝が住んでいた。ティベリウス。だが公正は彼をこう呼ぶ。暴君、狂気、そして怪物。島では奇妙なことが行われていたと記録は語る。理解できない遊戯、不可解な処刑、誰も近づけない宮殿。だがそれを見た者の名は残されていない。証言はある。だが証人はいない。では私たちは何を信じているのだろうか。この物語は怪物の正体ではなく、怪物が生まれた瞬間を追う記録である。西暦26年、皇帝はローマを去った。帝国の中心から自ら離れた。それでも帝国は動いていた。元老院は開かれ、軍団は駐屯し、法は執行されていた。だが、皇帝だけがそこにいなかった。行き先はカプリ島、海に囲まれたこと。彼はそこに宮殿を築く。崖の上、外界から切り離された場所。なぜそこだったのか、彼は語らない。そして語られない理由は、やがて理由を与えられる。ここに怪物が入り込む余地が生まれる。皇帝は戻らなかった。1年、2年。それでも戻らなかった。統治は続いていた。命令は届いていた。だが、誰も彼を見ていなかった。見えない存在はやがて疑われる。なぜ戻らないのか、なぜ姿を見せないのか、答えはない。答えがないとき、人は最も納得しやすい物語を選ぶ。皇帝は変わったのだと、ローマを恐れているのだと。ここで物語は説明から評価へと変わる。そして評価はやがて確信になる。怪物の輪郭がここで現れる。記録を書いたのは歴史家たちだった。タキトゥス、スエトニウス。彼らは書く奇妙な遊戯、理解できない処刑、堕落した皇帝。だが彼らはその場にいない。彼らが書いたのは目撃ではなく伝聞だった。それでもその文章は残る。残った文章は繰り返される。繰り返される文章は疑われなくなる。そして疑われなくなった物語は真実と呼ばれる。ここで怪物は完成する。出来事によってではない。文章によって。だが、一つの事実がある。ティベリウスの治世、帝国は安定していた。内乱は起きていない。国境は守られていた。財政も維持されていた。怪物が支配していたなら、帝国は崩れていたはずである。だが、崩れなかった。帝国は崩れていなかった。それは、記録とは別の現実である。ここに、静かな矛盾がある。怪物だったのか、それとも怪物と呼ばれただけだったのか。西暦37年、ティベリウスは死んだ。カプリ島で。最後まで語らなかった。彼の死後、カリグラが即位する。人々に愛された皇帝。だが、彼は後に真の暴君と呼ばれる。帝国は揺らいだ。ここで問いが残る。怪物とは行為で決まるのか、結果で決まるのか、それとも記録で決まるのか。ティベリウスは語らなかった。だから語られた。沈黙は空白を生む。空白は物語を生む。物語は歴史になる。怪物は島にいたのか、それとも記録の中で生まれたのか。その答えは記録の中にはない。それは私たちが歴史をどう読むかに委ねられている。